どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前お見せした最強 CO2 添加装置ミドボンの導入動画は見ていただけたでしょうか。まだ見ていない方は概要欄のリンクから見てみてください。水槽が10個を超えてからもずっと愛用していたシルボン。さすがに限界を感じたためミドボンの導入に至ったんですが、まだ設置するまでをお見せしていませんでした。というわけで今回はだいぶ時間が空きましたが、ついにミドボンを本格的に始動させていきます。それでは早速やっていくんですが、自分の水槽部屋には水槽台3台が連なっているところと2台が連なっているところがあります。1つの水槽台につき3台の水槽があるため 5×3 イコール15個の水槽があります。他には90センチ水槽が独立して置いてあり、ベタ水槽がいくつかある感じなので、水槽の合計は20個近い感じです。ベタ水槽は CO2 添加が必要ないんであれなんですが、水槽台が連なってる2箇所と90センチ水槽には CO2 をガンガン添加しないといけません。ということで、ミドボンは1つでは足りないので2個購入してきました。まだミドボンを稼働させてない段階から2個もミドボン買ってること自体異常ですが、買えるときはとことん買えるということで思い切ってます。ただ90センチ水槽に関してはとりあえずシルボンは継続使用する予定です。そっちもミドボンにしようかと思ったんですが、数年は持つであろうクエン酸と重曹が押し入れの中に大量に入っているので、それを消費するという意味合いでも90センチ水槽には働いてもらいます。それでは設置していくんですが、ミドボンの圧倒的圧力で多数の水槽に CO2 を添加するため、分岐パーツを取り付けていきます。一つはお見せした通り6分岐のパーツです。こちらに関してはよくある分岐パーツですね。シルボンに対しても似たようなものを使っていたんですが、圧力的に2個分岐が限界なので2個タイプしか使ってませんでした。今回はそれと同じメーカーの6分岐のやつを使ってます。ミドボンは圧力が半端ないので分岐させても CO2 供給が安定するのが強みですね。一つの水槽に対して1個使うのも贅沢でいいんですが、さすがに置く場所がないのでガンガン分岐します。分岐パーツにバブルカウンターを取り付け終わったら設置するんですが、見た目がなかなか独特なミドボンを隠すために100均の PP シートを使って隠しました。後ろはガムテ張りで見た目悪すぎるんですが、正面しか見えないのでこれで OK。そんな感じで2連結水槽台部分はこのようにデスク下の見えない場所に設置して完了しました。続いて本命の3連水槽台に対してミドボンを設置していきます。3連ということで9本もの水槽があるため分岐も一筋縄ではいきません。というわけでいつものように中国より必要なパーツを購入しました。2つのパッケージが届いてますね。果たして何が入っているのでしょうか。ちなみに先ほどお見せしたような標準的な分岐パーツは6分岐が限界です。それ以上の分岐がないのでどうするのか結構考えました。結果購入したのがこちら K303 Pro、 価格は6845円。もう分岐パーツではおなじみの ZRDR というメーカーの商品が届きました。こちらは先ほどのような放射状にどんどん増やしていくタイプのものとは違うやつです。今回の9分岐にはうってつけのものを購入しました。開封していきます。最初に出てきたのはいつものペライ説明書。英語で書かれててよくわかりませんが、意外と図解が多くて直感的にわかりそう。肝心の本体はこんな感じ。電磁弁付きのレギュレーターにバブルカウンターが2個ついております。なんか電磁弁がプラプラしていたので先にしっかり締めておきます。この下のネジ部分を回すことでかっちり取り付けられるようです。続いて出てきたのはこちらの L 字の六角レンチ。これ大体の中華製品についてますよね。そんな感じであまり見ない分岐パーツ付きレギュレーターなんですが、これを見ると2個しか分岐できません。
急分岐しないといけないんですが、どうすればいいのでしょうか。ということで早速六角レンチを使っていくんですが、この分岐パーツ、実はこんな風に一個一個が着脱可能なんですよね。こうすることで個数を自分で好きなように変更することができます。とりあえずこのレギュレーターセットでは2個しかついていないんですが、別売りで分岐パーツが販売されています。ということで買ってきました。登場するのはこちらの箱。開封してみると、その中から4つの白い箱が出てきました。出てきたのはこちら。先ほどの分岐パーツです。この四角い箱はさっきのものと同じですね。しっかりと一つ一つに六角レンチがついているのが、いかにも中国といった感じ。取り付ける際はこのオーリングをセットしておきましょう。残りの3つも同じパーツが入っています。これをすべて取り付けることで増設ができるわけですね。ちなみに1個の価格は1463円。なので合計5853円です。結構高く感じますが、1個3から400円するバブルカウンターも付属しているので、この増設パーツ単体で見るとちょうど1000円くらい。まあこの時点でレギュレーター合わせて1万2000円くらいかかってるんですけど、ただよくミドボンは初期費用高いって言いますが、正直そこまででもないですよね。6分岐でも電池弁付きレギュレーター合わせて7000円くらいなので、ミドボン入れても実質1万円くらいです。1万円ならシルボン1つくらいの価格なので、あまり物おじしないでいいと思います。それ以降のコスパは言うまでもないですしね。というわけで早速組み立てていきます。まずは分岐パーツを増設していきます。一つ一つこのように六角レンチを使って2箇所の留め具を取り付けていきます。結構圧力が高いので盛り出さないようにしっかり動かないように締めておきましょう。このように2つの留め具を取り付けたら、同じように新しい分岐パーツを取り付けていきます。この留め具が頭とお尻でオスメスになっているため、一列に連結することで留め具同士ががっちり固定されるわけです。結構複雑かなと思いましたが、説明書を読まなくてもわかるくらい簡単でしたね。あとは同じように先端に分岐パーツを取り付けていきまくるだけです。というわけで全ての分岐パーツを取り付けました。ちなみにこの正面に見える矢印が上を向いている分岐パーツを終端に取り付けてください。続いてはバブルカウンターを取り付けていくんですが、実はこの分岐パーツを合わせてもまだ6個しかないんです。9つに分岐させるためにはどうするのかというと、このようにもともとシルボンで使用していた2分岐パーツを取り付けることでちょうど9個に分岐させます。持ってるものを有効活用しようと考えたんですが、なかなかに難しいセッティングが必要です。本来であれば分岐パーツを連結させる前にこの2分岐のやつを取り付けておいた方が良かったですね。そんな感じで全てのバブルカウンターを取り付けた状態がこちら。なかなかいかついスタイルになりました。このように2分岐パーツは真ん中がでかくて隣り合わせで取り付けることができないため、1つのバブルカウンターと交互につけてます。そしてそのバブルカウンターに関しても当たり前に接続すると干渉するため、底上げできる接続パーツで高さを上げてギリギリ当たらないようにしました。最初はこれ取り付けるの無理だろうって思ったんですが、意外となんとかなりましたね。レギュレーター側のセッティングが完成したので取り付けていきます。今回もしっかり漏れがないように接続部はがっちり固定。ただ分岐パーツが重すぎて取り付けに手間取ってます。横に伸びてるからなおさら付けづらい。取り付けた状態がこちら。どっちが本体かわからないレベルの存在感を放ってます。でもこの見た目嫌いじゃないです。このメカメカしい姿は男性の心には刺さるのではないでしょうか。それでは回旋して圧を上げます。しっかり上がりました。漏れもないようで一安心。あとはバブルカウンターに水を入れていきます。入れるのはただの水道水です。なんか軽気あった方がいいかなと思って。基本的に8割くらいがいいらしいんですけど、毎回水が消失するんで自分は10割入れてます。
逆流するとかどうのこうのあるとは思うんですが、するときはする精神です。そして肝心の三連結水槽台のミドボンの置き場所なんですが、こんな感じで一番右奥の壁際ギリギリに設置することができました。重いし配線ごちゃついてるしで大変だったんですが、なんとか置けてよかったです。この右側から一番左の水槽台まで CO2 を分岐する感じになってます。というわけで、ようやくすべてのミドボンを設置完了しました。これで大量のシルボン補充に悩まされずに済みます。正直水槽 3,4 個くらいまでだったら許容範囲内なんですが、16個も水槽があるのにシルボンで耐えていた自分は異常でしたね。補充する時間とか手間を考えたら、さっさとミドボンに変えておけばよかったと思います。おまけに圧力が下がりまくるんで、逐一残量を確認して添加量が一定になってるか見ないといけませんでしたからね。シルボンはいい CO2 添加装置ですが、ここまでの数の水槽を持ってるならミドボン一択。なんとか設置場所と見た目問題もクリアできてよかったです。そんな感じで何の問題もなく終わったと思われたんですが、使用するにあたって大問題が起きました。そちらについてもまた今度動画でお話ししますので、気になる方はチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。